こんにちは。そしてアッサラームアライクン。シドニー在住の日本人ムスリマアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリマの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしについてゆるりとお届けします。ぜひ最後まで聞いていってください。前回の放送ではイスラム教徒が信じる唯一の神アッラーについてお話ししました。今回はですね、その神様からのメッセージがどのように私たちに届けられているのかっていうところなんですけど、イスラム教の聖典であるクルアーン、コーランについて、その驚くべき特徴と魅力に迫りたいと思います。まず最初に、イスラム教には実は2つの種類の教科書があるということについて簡単にご説明した後に、メインのテーマであるクルアーンが奇跡の書と呼ばれるびっくりする、3つの理由をご紹介します。で、先にその3つをざっくりこちらで紹介しておくと、1つが、1400年以上1文字も変わっていないこと。2つ目が世界中に250万人以上も、クルアンを丸暗記している人がいること。で、最後に1400年以上前の、記述がコーランになるんですけれども、それが現代の科学で次々と証明されているということですね。この3つすごく面白いので、ぜひぜひ最後まで聞いていていただけたら幸いです。で、今日の、放送を聞くと、イスラム教の教えって何に基づいているか、クルアンってどんなことが書いてあるのか、でムスリムがなんでクルアンを人生の指針として大切にするのか、そんなところがざっくりと分かっていただけるんじゃないかなと思います。ではまず最初の、ところですね。イスラム教には2種類の教科書があるというところなんですけど、イスラムの教えを学ぶ上でムスリムが道しるべとする、大切な、ものがあります。で、1つ目が聖典のクルアンで、もう1つがハディースというものになります。まずはこの2つの違いを簡単にご説明したいと思います。で、クルアンっていうのは神の言葉そのものであると、私たちは信じています。日本語ではコーランとも呼ばれますね。で、もう少し、コーランについて、クロアンについて詳しく言うと、神が最後の預言者であるムハンマドにこのように人々に伝えなさいというような形で掲示をして、で預言者がその言葉を一文字一句変えることなくですね、そのまま口にして人々に伝えていくというような形で約23年間ぐらいにわたってですね、クルアンのすべてのページが、掲示されたというような形になります。なので神様から私たち人間へのダイレクトなメッセージが詰まっているものがクルアンになっています。で、私たちはこれをもう人生のガイドというような形で、使っているというような感じです。で、2つ目の教科書っていうのが預言者の原稿録であるハディースになります。で、このハディースっていうのは神の言葉を、伝えた預言者ムハンマドの日々の行動だったり言葉、どんな風に生活していたかみたいなものを周りの一緒に暮らしていた人だったりとか、友人だったりとか、そういった周りの人が記録したものになります。で、ただですね、ただただ誰でもムハンマドがこう言っていたみたいな感じで適当に書かれたものかというとそうではなくって、最低でもですね、例えば一人の人が、預言者がこんな風なことを言ったっていうことに対して、他の人も証言をしたりとか、そういうのをナレーションをした人々っていうのがいるんですけれども、そのナレーションをした人々が嘘をつくような人ではないかっていうバックグラウンドチェックまでちゃんとしてで伝えられてきたというようなものになっています。このハディースの中には預言者がしたことだったり言葉だったりとして間違いないっていう風なレベルのものと、ほぼ間違いないだろうで証明がちょっと弱いっていうものと、あとはないものを追加されてしまっているんじゃないかっていうあんまり信頼ができないものみたいな感じでハディースの中にもレベル分けがされています。なので私たちはもちろんそのハディースの中でも神聖っていうのは、誠に正しいっていう感じの神聖なんですけど、そういった強いエビデンスとしてちゃんとしたものについてフォローするというような形ですね。
でクルアーンっていうのがどちらかというと理論みたいな感じだったとすると、預言者ムハンマドがどんな風にそれを実践していたのか、実践して生きていたのかっていうところが、具体的なお手本になっているのがハディースというふうに思うと分かりやすいかなと思います。で、なんでこの預言者の行動まで真似するのかっていうところなんですけど、これはシンプルにですね、実はクルアーンにそういうふうに書いてあるからなんです。で、例えば、クルアーン4章59節、信仰する者たちよ、アッラーに従い、使徒とあなた方の中の権威者たちに従いなさい。で、ここで言う使徒っていうのはムハンマドのことを、預言者ムハンマドのことを指していて、権威者っていうのはイスラム教、イスラムを生涯研究しているような学者のことを指すと言われています。この権威者の解釈には諸説あるような形だと私は認識しています。で、この今引用した章以外にもですね、いろんな場所で預言者をお手本にするようにというふうにクルアーンには書かれています。なのでムスリムはこの神の言葉であるクルアーンと預言者の実践であるハディース、この2つをですね、教科書のようにして人生のあらゆる場面での指針として生活しています。で、さてここから本題のところなんですけど、クルアーンが奇跡の書と呼ばれる3つの、理由についてお話ししていきます。この3つの理由はですね、全て他の宗教の聖典とかには見られない特徴になってくるかなと思います。まず理由1なんですけど、クルアーンの最大の特徴、それは、1400年以上一文字も改ざんされていないことです。で、これは時代とともに数多くのバージョンが生まれたり、解釈によって改訂が加われたりする他の聖典、特にキリスト教の聖典なんかはたくさんバージョンがあったりとかするかと思うんですけど、そういったものがなくてですね、クルアーンは一つのみになっていますし、1400年以上一文字も変わっていないというような形です。本当にそんなことがありえるのっていうふうに思うかなと思うんですけれども、客観的な証拠も実はあって、でそれの一つがですね、イギリスのバーミンガム大学に今あるバーミンガムクルアーンっていうふうに言われている現存する最古級の写本になります。このバーミンガムのものは全部のものが残っているわけではないんですけれども、科学的な年代測定によって西暦568年から645年の間に書かれたものだというふうに特定されていて、これは、預言者ムハンマドが生きたのが570年から632年ぐらいというところなので、まさに生きてた時代そのものに、もしくはその直後に書かれたもので、現在のものと全く一緒という形になります。で、これ以外にもですね、預言者の死から100年以内か200年ぐらいの間に、何個かこんな感じで紙に書かれているもので残っているものがあって、90、すいません、ちょっと詳しい数字忘れちゃったんですけれども、90何%かが今の残っていて、それが今のコーランと全く一緒というような形になっています。で、この変わらないっていう奇跡っていうのは偶然じゃないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、クルアーンの中にですね、神様ご自身によってそれが宣言されているんです。で、クルアーン15章9節なんですけど、誠に我がこのクルアーンを下し、我が必ずそれを守護するのであるっていうふうに神様自身が守るというふうに約束されています。で、この約束がですね、次の理由につながっているんですけど、2つ目の理由が、世界中に250万人以上いるハーフィスの存在があります。で、これはクルアーン600ページぐらいあるんですけど、それを一言一句母音まで違わずに丸暗記をしている人が250万人以上いるという感じです。例えばもし今世界中からクルアーンの印刷物だったりとかオンラインのデータとかが全て消え去ったとしてもですね、数時間後にはもう必ず全く同じものをすぐに復元できるというようなのが、この人間の頭に心に入っているっていう強さになっています。で、彼ら丸暗記している人のことをですね、ハーフィス、守る人というふうに呼んでいて、まさに歩くクラーンと言える存在になっています。どんな人が丸暗記してきているのかっていうと、本当に子供で言うとですね、3、4歳から
すでに丸暗記をできちゃっている子供がいたりとか、最近私が見たのは70歳代の、おばあさんですねが丸暗記を達成したということで、本当に関係なくですね覚えることができるのがクルアンになっています。でもクルアンってアラビア語で書かれているんですよね。なのでアラビア圏の人が暗記してるんじゃないっていうふうに思うと思うんですけど、実はアラビア語を母語としない国、例えばパキスタン、インドネシアとかそういった国の人もですねこのハーフィスの大半を占めているという感じです。でめちゃくちゃ意外なんですけど、ムスリムの 80% は非アラブ人なので、アラビア語を話す人の方が実は圧倒的に少ないっていう事実があります。それでも私たちはアラビア語のクルアンをですね暗記ができてしまっているという、私はもちろん丸暗記とか全然まだほど遠いレベルなんですけど、でもそういう事実があって、もうそれ自体が暗記が非ネイティブのムスリムが丸暗記ができること自体が私は奇跡だなというふうに感じています。はい。で、最後の理由なんですけど、クルアンに書かれている記載と、科学的事実、最近になって発見された科学的事実がたくさん一致しているというのが最後にご紹介したい奇跡になります。1400年以上前には誰も知り得なかった、例えば宇宙の始まり、生命の誕生で、その他いろんなですね最近になってようやく科学的に発見されたことが、クラーンにはすでに書かれていたというような、驚くほど一致しているというような、側面があります。で今回その中から何個か、ご紹介したいんですけど、まず一つ目が、人間の創造に関する一節なんですが、クラーン39章6節の一部抜粋なんですけど、アッラーはあなたたちを母親の体内に3つの暗闇の中で段階を追って創造されたっていうふうに記載があります。でこの3つの暗闇っていうのが現代の、発生学の知識によって胎児が母親のお腹の中で3つの層によって守られているっていうことが、分かっています。であと人間が段階を追って創造されたっていうことも触れているんですけど、これも現在の胎児学が示す胚前期、胚期、胎児期っていう3つの発達段階と一致しています。超音波とかなかった時代、1400年以上前ですねにこんなに正確な記述が可能だったのは、やっぱり預言者ムハンマドが適当に作った本ではないっていうことの証明になっているかなと思います。でキース・ムーア教授っていう解剖学と発生学の分野で世界的にすごく有名な科学者がいるんですけど、彼がですねこのクルアンの言葉が神からムハンマドに伝えられたということは明白であると思う。これらの知識は何世紀も後になって初めて発見されたものだっていうことで、この事実がムハンマドが神の使徒であったことは間違いないと示していると思うっていうふうに言ったぐらいなんですね。彼は残念ながらイスラム教にはならなくって、クリスチャンとして多分亡くなっているはずなんですけれども、はい、そんな科学者でさえこのクルアンが書いていることについて、否定できないというか間違いないというふうに、言った事実があるという感じです。であともう一つ有名な科学的な例でいくと、山があると思うんですけど、山についてクルアーンでは何個か記載がありまして、78章6から7節ですね。我は大地を、不死土としベッドとし、また山々を杭としたではないかっていう記載があります。で山って私たちが見えてる部分の地面から突き出ている部分の下に、実は出てる部分よりも倍以上とかの下に杭が刺さっているような感じになって、でそれで地球が安定しているみたいなことが、証明されているんですけれども、でこれが、1865年になって初めて証明されたものになってます。でクロアーンにはですねこの山が地面を安定させる機能を持っているっていうことも実は書かれています。これはクルアン16章15節に書かれています。また彼は地上に山々を堅固に据えられた。これはあなた方を揺れ動かさないためである。山が杭の働きをしているっていうのは、
1960年代後半以降になってやっと理解されてきたっていうような内容だそうです。なので預言者ムハンマドが生きていた時代には絶対分かりえなかったことですよね。こういったいろんな奇跡だったりとか論理的な理由がたくさんあって、ムスリムはクルアンが実に神からのメッセージであるっていうことを信じているというような形になります。なので決してムスリムはですねただなんとなく信じているとかっていうわけではなくって、勉強すれば勉強するほどですね、むしろもう信じるしかなくなるというか、誰もイスラム教徒の信仰の例えば実践、お祈りだって朝早く起きてとか、ラマダーンの時の断食だったりとか、もちろんそんなに簡単なことではないんですけれども、なぜそういったことをするかというと、やっぱり神様がこういうふうに言っているっていうのは否定できないような理由がたくさんあるからなんですね。なので私たちは信じて実践も行うというような、そんな感じになっています。では最後にですね、クルアンには一体どんなことがこの奇跡のこととか以外にですね、科学のこととか以外にどんなことが書かれているのかっていうところさらっとお伝えして終わりたいと思います。でクルアンはムスリムの生き方の全てを網羅するような人生のガイドブックというふうに言えると思っています。書いていることとしては、信仰の基本、例えばアッラーがどんな存在なのか、私たちは何を信じるべきなのか、であとは預言者たちの物語ですね。アダム、ノア、アブラハム、モーゼ、イエス、ムハンマド、などですね。神様は私たち人間を作ってから常にですね、多くの預言者たちをいろんな場所に送り続けてきました。今言った預言者以外にも25人の預言者の名前がコーランには出てきます。ただですね、クルアンに出てきてない名前が出てきてないけれども、もっともっと預言者は人類たちにですね送り続けられてきたというふうに、信じています。であと、生活の指針ですね。家族関係、商売のルール、社会的倫理とか、日々の生活をよりよく生きるための指針みたいなことについても書かれています。あとは法と公正っていうところで、公正な社会を築くための法律だったりとか、正義に関する教えなんかについても書かれています。なので悪いことをしたら、地獄に行くよと、いいことをして徳を積んでいくことによって天国に行けますよというような、そういったところも、書いてあります。あとは歴史とか未来についてっていう部分の記述もあったりします。でこのクルアンに書かれていることって1400年以上前に、掲示がされたことなんですけれども、物語とか教えっていうのは決して古いお話っていうだけではなくって、実は私たちの現代の悩みとか迷いとかにもハッとさせてくれるような答えを教えてくれるというか、そういった言葉になってるで、それもまたクルアンの奇跡なのかなみたいに感じたりしますね。だって1400年前の倫理観と今の倫理観とかって全然違う、社会の仕組みとか人々の考え方とか本当に違うと思うんですけど、それでも今の社会に、今の悩みとかにもですね、コーランが助けてくれるということが多々あるというところもすごい奇跡的だなというふうに思っています。はい、では、今回は奇跡の書と呼ばれる聖典クルアンについてご紹介しました。クルアンは神の言葉そのものであって、預言者の言行録ハディースとともにイスラムの土台であること、1400年以上ですね、一言一句変わらず多くの記憶者ハーフィスによって守られてきたこと、あと最後に人生のあらゆる側面を網羅する包括的なガイドブックであること。ムスリムがクルアンを絶対的な指針とするのは、それが時代とか文化を超越するようなものであって、変わることのない神からの直接のメッセージだと、信じているからっていうのを少しでも、感じていただけたら幸いです。でブログイスラムの扉には今回の元になった記事について掲載しています。エピソードの概要欄にリンクを貼っているので、ぜひウェブサイトの記事もご確認いただければ幸いです。よろしければ番組のフォローもお願いします。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。アッサラームアライクム。あなたに平安がありますように。